エステもゆきみん、こんにちは、ゆきみんです。今日は最近ポーランドの薬局で買ってきた購入品についてご紹介したいと思います。買った場所はほとんどロスマンっていう薬局です。でロスマンはご存知の方も多いと思うんですけど、ドイツ資本のお店なので、ポーランドだけじゃなくてドイツにお住まいの方だったりとか、この周辺にお住まいの方だったら同じアイテムが手に入るかなと思うので、ぜひご参考いただければと思います。まずはシャンプーです。このナチュラシベリカは実はロシアの会社なんですよ。私このナチュラシベリカが大好きです。本当に大好き。初めてナチュラシベリカのものを使ったのは友達がモスクワのお土産で買ってきてくれた時に使ったんですけど、その時はフェイスマスクかな、こちらにちょっとあったら写真出しておきます。このフェイスマスクと、あとなんかキャビアの美容液みたいなのを買ってきてもらって、でそれを使っても本当に良かった。もちろん使い心地も本当に肌が綺麗になったし、あとね、香りがとにかくいいんですよ。本当にナチュラルなものばっかり使っているので、自然のいい香りがすごくします。本当にもうこのブランドの商品は何を買っても間違いがないと思ってるんですけど、でまさか私ポーランドでこのナチュラシベリカ手に入ると思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。ロシアに近いというか、多分ロシアで、ウクライナが隣にあるから比較的手に入りやすかったのかなと思うんですけど、ただそのナチュラシベリカの他のアイテムがいろいろ置いてたかっていうと、もうシャンプーとトリートメントしかなかったんですけど、とりあえずこのねシャンプーを買いました。めっちゃくちゃいいです。ポーランドは香水なので髪がとにかくバッシバシになるんですよ。でこれを使う前はこのシャンプーとコンディショナーを使ってました。でこれはウクライナのメーカーのものなんですけど、なんか自分の髪にはあんまり合わなくって、特にシャンプーは良かったんですけど、トリートメントの方がちょっと髪がね余計キシキシするような感じがあったので、あんまり良くなかったです。でもこのねナチュラシベリカの本当に香りはもちろんなんですけど、泡立ちがすっごくいいです。ちょっと使っただけですごい泡が立ってめちゃくちゃ使い心地がいい。香りがねとにかく、これ何の香りって言ったらいいんかな、何の香りって書いてあるんやろ。こちらね、主な原料がシーバックソーンっていう、植物があるんですけど、そのシーバックソーンのオイルと、それからオーガニックパイナットオイル、柑橘系の香りとちょっとウッドっぽい香りが混じった感じで、本当にいい香りです。メイドインヨーロッパになってるので、結構このポーランドだけじゃなくてヨーロッパにお住まいの方だったらこのナチュラシベリカのシャンプーは手に入ると思うので、ぜひ見てみてください。本当にいいです。これ超おすすめです。こちらお値段で言うと確か日本円で600円ぐらいだったと思います。もう信じられない。こんなにいいシャンプーが600円で買えるのは本当に嬉しいです。ナチュラシベリカ一時期日本にも入ってきてたんですよ。なんですけど確か撤退していたと思います。なんで撤退したんかな。でも日本で売ってた時はすごく高かったです。もちろん3倍4倍ぐらいの値段で売ってたと思います。で続いて購入したのがこちらのトリートメントです。これはね日本でも手に入ると思います。ロレアルのエルセーブトータルリペア5っていうやつ、種類は他にもいろいろあったんですけど、一番なんか効きそうなやつを選びました。そうでこれのねトリートメントが見つかる前に先にこれを買っちゃったので、これ使い切ったら今度はナチュラシベリカのトリートメント買おうと思ってるんですけど、これもねすごくいいです。香りはリンゴの香り、甘いいい香りがします。一回本当に使っただけで髪の毛がツヤツヤってなったので、すごくいいと思います。こういうロレアルとか馴染みのあるものが買えるっていうのはいいですよね。もちろんポーランドオリジナルのものもいろいろあるんですけど、今のところこれが私の髪には合ってるので、とりあえずこれを使い切りたいと思ってます。そう、主
面白いですね。ロレアルパリスって書いてるのに、ここはポーランド語で書いてあります。多分皆さんが、ね、旅行に行った先とかお住まいの、ね、ところとか、もちろん日本だったらここには日本語で書いてあると思うんですけど、こちらのお値段は日本円で確か、500円ぐらいだったかな。そうやっぱり薬局で買うものとかは安いです。でも500円っていうのはちょっと割引されてだったかな。なので、普通に買うと600円ぐらいで買えるものです。はい、で続いて購入したのがこちらのミセラーウォーターです。これ日本だと有名なので言うとビオデルマっていう水クレンジングですよね。コットンにこのクレンジングをパーって浸して、でそれで拭き取るみたいな、拭き取り化粧水っていうのかな。私日本にいる時はそういうコットンで拭き取るだけみたいなクレンジングを絶対にしないようにしてたんですよ。っていうのは、それをすると結局毛穴の中の汚れって全然落ちないのですごく肌が荒れやすくなるんですよね。だからあんまり使わないっていうか、全然使わないようにしてたんですけど、ただうちに住んでた時にめちゃくちゃ肌が荒れて、でその原因はもちろん香水でした。香水、もうこれは日本から海外に出て、香水地域に住まれる方は一番の悩みだと思うんですけど、スキンケアにね限って言うと一番の悩みだと思うんですけど、とにかく日本式でうまくいく時といかない時があるんですよ。で今住んでるところは大丈夫なんですけど、ポーランドの中でもちょっと地域差があるなって私は思ってて、うちにいた時はとにかく香水具合がすごかった。本当にシャワーからもうなんていうの、金属の匂いがするみたいな感じの香水だったので、一気に肌が荒れてしまったんですよ。でいろいろ調べていると、水になるべく触れないとか、その水を使った後にその水自体の除去をしないといけないっていうことが分かり、これを変えました。日本だとスキンケアはもう水ジャブジャブ使えば使うほどいいみたいなイメージがあると思うんですけど、もうこっちはね、水を使ったらとにかくその水を表面から除去しないと、その金属というか香水による膜ができるらしいんですよね、顔に。でその膜によって肌荒れを起こしてしまうっていうこともあるみたいなので、うっちに行った時にこれを買ってずっと使ってました。でも最終手段っていう感じです。これを使う時はもうシャワーでクレンジングとか洗顔とかいつも通りやった後にこれをコットンに浸して最後拭き取って、そっから化粧水とクリームとみたいな感じだったので、もうほんと水を除去するために使ってました。あとはほんと軽い日焼け止めだけ塗った時とかはもういきなりこれだけ使って、クレンジングとか洗顔とかなしでこれだけ使ってました。なるべくね水を使わないようにするっていうのが大事っていうことだったのでそうしてました。ただこれはこれで肌が荒れるんですよ。一応ミセラウォーターってヨーロッパではすごく、普通っていうかね、逆にオイルクレンジングとかジェルクレンジング、ミルククレンジングみたいなものが全然置いてなくって、ほとんどこの水クレンジングミセラウォーターが置いてあって、それはね結構いろいろ種類があるんですけど、その中でも私が買ったのはこのニベアのミセラウォーターで、一応敏感肌用なんですよ。ただ敏感肌用って言っても、こっちに住まれてる方の敏感肌と日本の敏感肌って結構差があると思うんですよね。もともと日本人の肌ってすごく薄いので、だからいくら敏感肌用って言ってもあんまりこういうものは使わない方がいいなっていうふうに思ってます。なんですけどそれはね、環境だったりお住まいの地域のお水の質だったりとか体調とか肌の調子とかによってこれが合う合わないっていうのはあると思うので、もし今スキンケアで悩んでてこれまだ使ったことないよっていう方はこちら一回使ってみてください。これで日本円で600円ぐらいです。もうちょっと安いのももちろんあるし、一番高いのが
やっぱりビオデルマですね。でビオデルマが日本で買うより高いんですよ。こっちで買うと一番ちっちゃいサイズでも2500円ぐらいするので、私はこの真ん中ぐらい600円ぐらいの買いました。はい、で続いてがこちらのコットンです。これはもう3パック目かな。もう何回も買ってるコットンなんですけど、このイサーナっていうのがここにねロスマンのマークがついてるんですけど、ロスマンの自社ブランドみたいな感じです。結構安くっていいものが揃ってるんですよ。コットンなんてそんなにねわざわざなんか高いものを使うことないと思うので、私はこれを使ってます。で、これがね一番安いコットンから2番目かな。だから2番目に安いコットンなんですけど、一番安いコットンはこれがねビオじゃないんですよ。で私別にビオにこだわってるわけじゃないんですが、ただビオじゃない方はね結構薄くって生地がコットンが結構薄いので、こっちのふわっとしたタイプの方を使いたいのでこっちを買ってます。でも値差はそんなないです。確か日本円で30円ぐらいしか差がないので、こっちを使ってます。コットンはこういうミセラウォーターを毎日使うっていう習慣があるからなのかわかんないんですけど、正直日本のコットンよりもヨーロッパの地域のコットンの方が品揃えがいいし質がいいし安いです。日本って結構コットン高いなって思うんですよね。結構毛羽だったりとかしてなかなか自分のお気に入りのコットンに出会えなかったりするんですけど、ヨーロッパでコットンを買うと大概全部いいものに当たります。毛羽立たないしすごく快適に使えるコットンが揃ってます。このね袋もいいんですよね。袋っていうかこの入ってるやつ、この下から破るんですけど、なんかどっかこうドアノブとかなんかぶら下げておけばこの下からこうひょいひょいって出せるのですごく便利です。こちらのコットンは確か日本円で70円80円ぐらいだったと思います。これはね本当にすごい丈夫なコットンで分厚いんですよね、すごく。はい、で続いてがこちらです。こちらはアベンヌのクリームです。でこれはすいませんロスマンじゃなくって別の薬局で買ったんですけど、ちょっとこうアベンヌとかあとはラロシュポゼとかちょっとこう敏感肌用の化粧品とかスキンケアブランドのものが置いてあるようなお店まで行って買いました。アベンヌトレランスクリームですね。アベンヌが結構好きで、今までアベンヌの日焼け止めとかすごい愛用してて、ブログにも結構記事を書いてるんですけど、乳液っていうものがこっちはなくって乾燥がすごいのでクリームをとにかく塗るみたいな感じなので、クリームの品揃えは結構あります。なんですけど普通のロスマンみたいな薬局とかに行くとあんまりにも種類が多くて自分に合うのが何か分かんなかったので、慣れてるアベンヌのものを買いました。こちらはポーランドではお値段はね結構高かったかな。2500円ぐらい、日本円で2500円とか600円ぐらいだったと思います。容器もそんなに大きくはないんですけど、ただ、少量でかなり伸びるのでこの冬ぐらいは全然大丈夫かなと思ってます。で、使い心地としては乳液とこうどっしりしたクリームの間ぐらいかな。なので、そんな重い感じもなく軽く使える、一つ膜張ってくれるみたいな感じのクリームで使いやすいです。はい、で最後はもう皆さんおなじみのニベアです、ニベアの青缶です。これなんで買ったかっていうと、やっぱりねこれだけだとちょっと乾燥が抑えられないような日とかがあって、こっちは本当に乾燥してるのでちょっとこれだけでは足りないなっていう日にこっちを使ってます。あとはなんかやっぱ安心感があるので、こうスキンケアの終わりにこれをちょっと塗るとこう香りとかに癒されるのでこれを使ってます。そう、残念ながら日本で売ってるみたいなチューブタイプのニベアが見つからなかったので、この一番ねちっちゃい薄いカンカンのニベアを買いました。ちょびちょび
乾燥がすごく気になる日には使っているっていう感じです。ニベアの商品のラインナップ自体はもちろん日本よりもたくさんあります。っていうのもニベアってドイツの会社なんですよ。なので、ポーランドのお隣がねドイツなので、そういうのもあってかニベアのフェイスクリームとか、こういうミセラウォーターとか他にもなんかハンドクリームとかも日本よりも全然いっぱい種類があったりするので、ポーランドだけじゃなくてもちろんドイツもそうだし、ヨーロッパ圏に来るとこのニベアのいろんな商品を探してみるのも楽しいと思います。はい、ということで今日はドラッグストアでの購入品をご紹介しました。ポーランドにいるからって必ずポーランドのものを使わないといけないわけじゃないし、ありがたいことにヨーロッパって結構近隣国のものをいろいろね、お互いに共有してたりするので、ポーランドにも一応日本のスキンケア用品っていうのは入ってきてて、例えば肌ラボのクレンジングジェルとか、あと化粧水とかクリームが売ってたりとか、あとは韓国のものとかも売ってたりとか、無印良品がワルシャワにあって、でそこで普段ね私が使っているクレンジングオイルだとかも手に入るので、そういう意味ではすごくありがたいなと思うんですけど、せっかくねポーランドにいるのでちょっとこっちにしかない商品とかこっちでしか買えない商品っていうのも試していきたいなと思っています。はい、ということでこの動画が少しでも役に立ったよっていう方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、ゆきみんでした。